で、ある程度大きめのブラシで全体をざっくり塗ってから、しっかりと濃い赤色を塗ってあげよう。このようにくすんでいたリンゴの色が鮮やかに、そして陰影もしっかりついているのがわかるであろうか。我は最果ての魔王ディープブリザードである。今回は昨今アーティスト、クリエイター、国内外問わず人気の塗り方 GTC 塗りをアイビスペイントで行う方法を解説していこうと思うのであるぞ。この GTC 塗りという言葉、聞き覚えがない方も多いかもしれないが、グレイスケールトゥカラー、つまり無彩色から色をつけていくという方法なのである。グリザイユ画法という言葉をうぬらは聞いたことがあるであろうか。これも似たようにグレーの絵に色をつけていくというものである。ただこれよりもより直感的で、そして厳格なルールにのっとりすぎなくても絵を完成させることができる。いわば絵描きのノリでなんとなく完成することができるというものなのである。そう言うと、むしろグリザイユ画法のようにしっかりとルールを守った方が描きやすいのではないのか。そんなに適当に描いても完成するものなのかと不安になるポンポコリンはいるかもしれないが、グリザイユ画法をきれいに、そして思い通りに仕上げるためには、いくつかのルールを守らなくてはならず、それが少しでもずれたりすると、色味の調整などが難しかったりする。また、物の陰影だけを書き込むという考え方が、なかなかこれまで普通に下地を塗って影を塗ってというやり方をやっているものにとっては、馴染みがなかったりするため、諦めてしまう方も多かった。ただこの GTC 塗りは、ある程度グレーで塗る時の塗り方も自由にできるであるし、色を塗る際にいくらでも修正が可能なので、だからこそ今国内外問わず人気の塗り方になっているとも言えるであろう。なので今回はその塗り方をアイビスペイントでどのように行うのか。まずは基本的な塗り方、それを応用した実際のイラストの塗り方の2つを取り行おうと思うのであるぞ。そしてこのチャンネルではアイビスペイントに関する基本操作から、そして応用的な塗り方、オリジナルのブラシの配布まで幅広くアイビスペイントに関する動画を投稿しておるので、よければぜひぜひチャンネル登録をお願いいたすのであるぞ。では実際に GTC 塗りをアイビスペイント上で行う方法を解説していこうと思うのであるぞ。まずはアイビスペイントで新規画像を作成しよう。今回は我が用意した線画を使うこともできるので、動画の概要欄から教材をダウンロードしてもらえると嬉しいのであるぞ。では新規キャンバスで縦横2000ピクセルのキャンバスを用意しよう。用意したら OK を押そう。するとこのような正方形のキャンバスが用意されるので、レイヤーからフォトライブラリから読み込みを選択しよう。すると教材としてダウンロードしておいた線画データがあるので、こちらを選択し、そして、ちょうど真ん中に来るようにドラッグをして読み込ませたら OK を押そう。線画抽出をするのかと出てくるので、キャンセルを選択しよう。これでこの通り背景が透明になっている線画を読み込むことができた。今回ちょっとリンゴの絵を描いているので、皆もリンゴの絵をこんな風に描いてみると良いであろう。で、今回こんな風にリンゴの絵を描くときには、我は普段ザラザラとしたテクスチャーの魔王鉛筆というのを、こういうテクスチャーの効いているのを使って描いているが、今回は以前アイビスペイントを使った厚塗り用の講座で解説をしたフェード水彩カスタムというブラシを使って線画を描いている。なるべくテクスチャーがなく、そして色塗りをするときと同じブラシを使った方が結果非常に色なじみが良いので、これを使っておるのである。こちらの線画のダウンロードなどについては別の動画で行っておるであるし、まだダウンロードしていないものは動画の概要欄から関連動画のリンクを貼っているので、そちらをチェックしてほしいのであるぞ。ではこちらを読み込んだら、空になっている線画レイヤーの下にあるレイヤーを選択した状態で下塗りを行っていこうと思うのである。使うのは特殊ペンの投げ縄塗りというものを使っていく。もちろんこれでなくても、塗る範囲をペンツールや塗りつぶしツールなどで行いたいというものはそれで行っても大丈夫なのであるぞ。ではこの状態でこの HSB 色相サイドメイドというのの B の部分メイドを選択して、メイド80を選択しよう。こうすることで淡いグレーを作ることができるのである。明確にこのメイド80でなくても良いのではあるが、
このぐらいだと良いであろうというのをある程度指針にしておいてほしいのである。でこれを使ってこんな感じで塗る範囲を囲っていこう。でこうやって塗る範囲をはみ出してしまった場合は投げ縄消しを使うと必要な部分だけを囲って消すことができるのでおすすめなのである。この特殊ペンの使い方も以前別の動画で解説をしておるので動画の概要欄のリンクから見てもらえると嬉しいのであるぞ。ではパパッと塗ってしまおう。これで色を塗る範囲全体を塗りつぶすことができた。全体を灰色で囲うことができたら灰色に塗ったレイヤーの不透明度をロックしよう。これで色を塗った範囲外には色が塗れなくなった。ではこうなっている状態でフェード水彩カスタムを選択して B また明るさを今度は 60% にしよう。明度 60% のやや濃いグレーを作成し、これで全体的にざっくりと陰影を置いていこう。で画面を長押しして色をスポイトして、色を濃く塗りたいところ、淡く塗りたいところを調整して塗っていこう。である程度大きめのブラシで全体をざっくり塗ってから細かいブラシに変更して調整をしていくと良いであろう。今回は厚塗りの要領で絵を描いているが、アニメ塗りやブラシ塗りなど様々な塗りでこの GTC 塗りというのは応用できるので、自分のやりたい方法でやってみてもらえると嬉しいのであるぞ。また陰影の濃度や濃さなどはこの通りにやらなくても適当に陰影をつけていればそれで十分なので、自分の塗りたい色や濃度で塗ってみると良いであろう。ではある程度ベースの陰影が塗れたので、もう少し濃く色を締めたい部分を作っていこうと思うのである。今度は明度40のかなり濃いグレーを作って、より陰影を濃くしたいところを濃いめのグレーで塗っていこう。こうすることでより立体感や深みを出すことができるのであるぞ。これでおおよその陰影を描くことができたら、明度100、つまり真っ白を選択してハイライトを描いていこう。GTC 塗りでは先にハイライトを描き込むこともできるので、より立体感や絵の奥行きなどを簡単に再現することができるのであるぞ。ではこれでグレースケールでの作業が完了したので、色をつける作業に入っていこうと思うのであるぞ。グレーに塗ったレイヤーの上に新規レイヤーを追加しよう。新しいレイヤーを追加したらクリッピングを適用してブレンドモードを定山に変更しよう。これでこの今回描いているリンゴの絵に着色したい色を置いていこう。なので今回は赤いリンゴにしたいので、赤いリンゴの色で全体を囲って枝の部分を茶色に塗り、葉っぱの部分は緑で塗ろう。で今回ちょっと比較用に半分をちょっと青リンゴにしようと思うのである。このような感じであるな。これであっという間に着彩ができたのではあるが、このままだとただただ陰影がグレーでくすんだ色味になってしまっているのがわかるであろうか。なのでこれからこのくすんだ色味を鮮やかにする GTC 塗りの最大の見どころを紹介しようと思うのである。その方法がこの定山レイヤーの上に新規レイヤーを追加する。そして同じようにクリッピングを適用し、レイヤーの
ブレンドモードをコントラストの項目にあるオーバーレイを選択しよう。オーバーレイとは、明るい色はより明るく、暗い色はより濃くするという属性を持っている。それを使って、じゃあちょっとリンゴの影の部分をかなりくすんだ紫色を選択して、フェード水彩カスタムを使って塗っていこう。こんな感じで塗ると、先ほど塗ったただグレーの状態よりもぐっと濃く引き締まった色になっているのがわかるであろうか。もう少し鮮やかさが欲しいので、ちょっと明るめの紫にして、途中に少し混ぜたりをすると、より陰影に色味がついているのがわかると思うのである。で、ベースのちょっとまだくすんでしまっている赤色の部分には、しっかりと濃い赤色を塗ってあげよう。このようにくすんでいたリンゴの色が鮮やかに、そして陰影もしっかりついているのがわかるであろうか。では同じように青リンゴの部分にも色を塗っていこう。まずはくすんでいる影の部分を少し濃いめの青緑色で塗ってあげると、簡単に鮮やかな色味になったのがわかるであろうか。で、同じように青リンゴの明るい部分を少し濃いめの黄緑で塗ってあげれば、爽やかで鮮やかな色になったのである。比較をしてみるとこんな感じであるな。もともと塗っていた灰色の陰影をそのまま有効利用しながら、鮮やかな色味を簡単に付け足すことができたのである。この葉っぱと枝の部分も同じようにオーバーレイで色味をつけて鮮やかにしていこう。明るい色で塗るとより明るく鮮やかな色にすることができ、暗い色を置くと重たくしっかりとした印象にすることができるので、可愛らしい色味にしたい場合は明るめの色、重ための印象にしたい場合は明度や彩度の低い色にすると良いであろう。このあたりは何度か塗っていると感覚をつかむことができるので、それを試してみると良いであるぞ。そしてハイライトの部分も選んで、こうやって色を置けば、先ほど塗ったハイライトの色とベースのカラーを生かして色を塗ることができるのである。そして仕上げとして線画のレイヤーのブレンドモードを上山にして新規レイヤーを追加する。線画レイヤーの上に新規レイヤーを追加したのを確認したら、線画レイヤーにクリッピングを施す。この状態でフェード水彩ブラシなどを使って線画に色をつける色トレスという作業を行っていこう。こうすることで塗ったブラシの色と線画の色をなじませることができ、より鮮やかな印象を持たせることができるのであるぞ。塗る前と塗った後だとこんな風に全体に色が馴染んでいるのがわかるであろうか。これで基礎の GTC 塗りの完成なのである。陰影を塗るということ、色を塗るということを分けて描くことができるので、色で悩んだり全体の陰影のトーンがバラバラになったりというのを防ぐことができるというのが分かってもらえたであろうか。では次の工程で実際に GTC 塗りを使ったキャラクターの塗り方を解説していこうと思うのであるぞ。では実際にキャラクターを GTC 塗りする工程を見せていこうと思うのであるぞ。線画のレイヤーとベースで塗る陰影のレイヤーはすでに用意してある状態である。この準備の工程などは先ほどまでの動画と同じ工程を踏んでいるのである。ではまずざっくりとキャラクターに陰影を塗っていこう。同じようにフェード水彩カスタムを使っていくのであるぞ。そして使っていく陰影もほぼ同じものだと思ってもらえれば良いであろう。
では、陰影が塗り終わったので、ベースカラーを追加していこうと思うのであるぞ。基礎陰影の上に新規のレイヤーを追加してクリッピングを適用する。そしてブレンドモードを上段にしよう。この状態でキャラクターを塗りたい色の下地の色で塗っていこう。こんな風に塗りたい色を置いていけばよいのだが、塗っている時にちゃんと自分の塗りたい色で色が置けているかどうかわからないというものがおるので、そういう時にはこの基礎陰影とベースカラーの間に一つ新規レイヤーを用意して、これもクリッピングの状態にしておく。そしてレイヤーのブレンドモードは普通のままにしておいて、全体を白色で塗りつぶしてしまおう。こうすれば今自分が何色を置いているかというのを確認しやすくなるので、この状態で色を置いていくと良いであろう。では一回この状態でベースカラーを塗っていこうと思うのである。これでキャラクターのベースカラーをすべて塗ることができたのである。ベースカラーが塗り終わったら、下に敷いていた白色は削除してしまおう。これでベースカラーと陰影が組み合わさった状態になったのである。このままではくすんだ色味だけの印象になってしまうので、オーバーレイで鮮やかさを追加していこうと思うのである。新規レイヤーを追加して、そしてクリッピングをかけておく。ブレンドモードは先ほどやった通りオーバーレイに設定をして、まずは肌を塗っていこう。で、その際に自動選択ツールを使って肌だけを選択しようと思うのである。自動選択ツールを選んでいる状態で歯車ボタンを押して、参照レイヤーのところを指定レイヤーを選択をして、このベースカラーを塗ったレイヤーを選択しよう。強さを 1% にして選択をする。こうすると肌の部分だけが選ばれているので、選択されていることを確認して、ブラシツールで肌色よりも少し濃い肌色を選んで、このように塗れば肌に鮮やかさが追加されたのが分かったであろうか。ただ陰影の部分も同じ色で塗っているので、かなり単調に見えてしまうので、陰影の部分はやや青みのかかったピンクよりの少しくすんだ色を選択して、この色でちょっと陰影の部分を塗っていこう。こうして塗ることで肌とキャラクターの陰影がしっかりと見えてきたのが分かったであろうか。あとは微調整などを繰り返して色の深みや立体感を出していくと良いであろう。この塗るときにもフェード水彩カスタムを使うと、より深みのある色味を簡単に作り出すことができるのであるぞ。こんな感じで塗り終わることができたら、自動選択ツールで選択解除を選択しよう。これでキャラクターの肌の部分を塗ることができた。同じように選択や塗りつぶしを繰り返して、キャラクターの色の塗りたい髪の毛や服などパーツごとにオーバーレイで色を重ねていこう。これでオーバーレイによる着彩は完了したのである。ハイライトの追加や色の修正、線画の色トレスなどを行って完成なのである。今色を塗ったオーバーレイのレイヤーの上に新規のレイヤーを追加しよう。
そしてクリッピングを適用して、この状態でこんな風にちょっと細かくはみ出している部分などを手直しをしていこう。色をスポイトすることで簡単に塗りの修正を施すことができるのであるぞ。またこの時に違った色味などを追加してより複雑な色にするということもできるので、いろいろ試しながらやってみてほしいのであるぞ。というわけで、完成したイラストがこちらである。最初が無彩色、グレーで塗っているとは思えないほどに色鮮やかな絵になっているというのが分かったであろうか。この GTC 塗り、実際に試してみればそこまで難しいものではないし、色をつけていくという段階も影をつける、色を塗るという工程を分けているので、どちらかが苦手、もしくは両方苦手だなという方も手順を追って作業を進めることができるので、完成に持っていきやすい塗り方であるとも言えるのであるぞ。ぜひこの動画を見て試しながらこの GTC 塗りをマスターしてもらえたらマオは嬉しいのであるぞ。また、アイビスペイントでこういう講座が見てみたい、こういうことをもっと知りたいなどがあれば、ぜひ動画のコメントで書いていただけると嬉しいのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。